肛門手術の麻酔についてご説明します。この動画では、肛門手術における1、麻酔の選択、2、麻酔の方法、3、腰椎麻酔の合併症、4、追加の鎮静剤使用についてお話しします。1、麻酔の選択について。手術には痛みが伴うため麻酔が必要です。麻酔には全身麻酔、局所麻酔、腰椎麻酔があります。当院の肛門科では通常、腰椎麻酔で手術を行います。腰椎麻酔は主に下半身の手術で使われる麻酔法で、帝王切開もこの麻酔法で行います。一方の局所麻酔や全身麻酔はアレルギーがあり、薬剤が使えない、抗凝固薬や抗血小板薬が止められない、姿勢が取れない、などの特殊な事情がある場合に行います。2、麻酔の方法について。腰椎麻酔は腰骨の骨と骨の間に細い針を刺し、雲真っ角という場所に針先を進め、そこに麻酔薬を注入します。この時、なるべく体を丸め、動かないことが肝心です。動くと大変危険です。また、針が刺さったことで足にしびれが走ることがあったら、すぐに教えてください。薬が効くと、痛みや熱さ、冷たさの感覚がなくなり、足も動かなくなっていきます。触れられている感覚は最後まで残ります。したがって、手術の開始時も、お尻を触れられている感覚はありますが、痛くなければ手術は問題なく行えます。麻酔がかかったら、体勢をうつ伏せにし、手術を開始します。3、腰椎麻酔の合併症について。麻酔開始直後に起こる合併症として、薬に対するアレルギーがあります。呼吸が苦しくなったり、全身が痒くなったりすることがあるので、その際は教えてください。その他、血圧が低くなったり、脈拍がゆっくりになることもあります。手術中は、心電図や血圧計などをつけて適宜対応します。また、気分が悪い、息ができない、吐きそうだなど異常を感じたらすぐ教えてください。いわゆる下半身麻酔であるため、針を入れた場所から足側のみ麻酔がかかっています。したがって、意識ははっきりしていて、お話もできますし、腕も動きます。他に、手術後、病棟に戻った後に起きる合併症として、尿が出づらい、頭痛などがあります。麻酔が効いている間、麻酔には3から4時間ほどの効果があり、徐々に感覚が戻ってきます。したがって、時間が経てば尿は出るようになりますが、時間がかかる場合は一時的に尿道に管を入れることがあります。一方の頭痛についてです。これは麻酔をかけた時に開けた針穴から脳脊髄液が漏れ出ることで頭痛が起こります。横になっていることで頭痛が起こりづらくなるので、手術の当日はなるべくベッドの上で安静にしていましょう。また、水を飲むことも頭痛の予防になると考えられています。頭痛が起こると1週間くらい続くこともあります。頭痛の薬を処方できるので、医師に相談してください。数日後に起こる合併症として、非常に稀なものではありますが、血腫があります。これは、針を刺した場所に血液の塊ができ、そばにある神経を圧迫したときに、足のしびれや動かしづらいという症状が出ます。こちらも医師に相談してください。4、鎮静剤の追加について。最後に、どうしても手術の最中に眠っていたいという方は、医師に相談してください。鎮静剤を一緒に使うことができます。ただし、完全に眠るという効果は期待しないでください。また、針を刺すときは体勢を維持する都合上、投与できません。鎮静剤の投与は、腰椎麻酔の完了後になります。ご視聴ありがとうございました。不明な点がありましたら、スタッフにお声掛けください。他にも、手術に関する説明動画などもあるので、合わせてご参照ください。